にちは、MD ジャックです。最近、睡眠時間が昔のアイドル並みです。よく眠らないと音もちゃんと聞けないので、ぐっすり眠りたいんですけど、頭のスイッチが切れなくて眠れないんですよね。こんにちは、愛です。愛はよく眠れています。寝る前の読書が効果的なのかもですね。さて今回は CCA のニューモデル NRA のレビューです。ベストって何ですか？花王の化粧品ブランドしか思いつかないんですけど。あはは、愛ちゃんさすがコスメに詳しいね。でもこれはエレクトロスタティックの略で EST だよ。静電型のドライバーで、なおかつ低電圧で駆動可能と、小型のイヤホンでも搭載可能で、高額モデルにしか搭載されていなかったのが、この数年で状況が変わってきているようで、1万円台で搭載されたモデルも見かけるようになって、このチャンネルでは、ショアー、テープというモデルを紹介したことがあるよ。それが2000円台で買える NRA に搭載されたんですね。一気に興味出てきました。技術的に全く同じ構造かどうかなど詳細情報はよくわからないけど、まず2時間ぐらい聞いた段階では BA とは違う EST らしい響き方をしていたね。イメージ的には BA の音が左側、EST が右側で EST の方が音の粒子が拡散されるような感じだよ。そのせいか、広域がちゃんと聞こえる割に刺さるようなきつさがないところにメリットを感じるね。そうなんですか。じゃあ買いやすいし、とりあえず注文しちゃおうと。あはは、気が早いね。でもこれは問答無用で持っていていいんじゃないかなって思うよ。あとダイナミックドライバーがデュアルじゃなくてトリプルで磁力は2倍から3倍になっていて、ってことは強力な低域が出ている。そんなに低域いるって思ってたんだけど、聞いてみたら全然そんなことなくてバランスよく出てるんだよ。濃いか薄いかで言うと割と薄味な聞き心地なんだよね。波形ではこうなっているよ。確かにそんなに強くなさそうですね。もっと低い帯域が強いんですかね。どうかな。手持ちのマイクだと 20Hz までは測定 OK だから、もしそうなら反応出るはずなんだよ。いろいろなジャンルを聞いてみて、低域が他の帯域をマスクするようなことはなかったし、低域のレベルは ZAS とかの方が強いよね。NRA の低域は程よく締まっていてよかったよ。ただ3マグネティックダイナミクスにすることで余裕を持って出力しているんだろうから、波形やレベルだけで判断するのもちょっと安易な気はするけどね。そうなんですね。ちょっと音を聞きたくなってきたんですがどうでしょう。じゃあ音質比較動画いきますか。CCA、CSN と比べてほしいってリクエストいただいているので NRA と CSN で音収録しました。mean anything, 'cause none of these fights are worth it to me. 前半で音質のことを結構喋っちゃったので、今度は波形中心に見てみましょう。まず NRA の単体波形です。収録音でも低域が強いとは思いませんでしたね。そうだね。聞いた印象と一致するね。でも弱いわけでもなくて、全体としての特徴はこんな感じだね。ダイナミックドライバーと EST がどのあたりの帯域でクロスするのかわからないんだけど、一つ前の動画がナイス HCK のトップガイだったので、1週間ぐらい音情の広いトップガイを聞いた後に NRA を聞いたんだけど、広がりに関して引けを取る感じはなかったよ。価格は10倍違うのにね。10倍の差ってすごいですね。低価格でも戦えるって感じですかね。そうだね。そもそも中華イヤホンが注目されるようになったのが低価格で高音質ってとこだからね。低価格で高音質ってやっぱり魅力ですよね。ところでジャックさん、ドラマよく見るんでしょ？セリフの刺さりとかありました？それが全然なかったんだよ。8kHz の小域のレベルは結構出てるけど、6kHz 付近の自殺音が絡んでるとこはそれなりに落ちてるし、 EST の特性も多分関係してると思う。すごくセリフが聞きやすかったよ。そうなんですね。それもまたポイントの一つですね。そうだね。さて、対抗モデル CCA-CSN の波形を重ねたのがこれです。
音質比較動画で低域が CSN が強め、高域は NRA が強めな印象は波形でもしっかり出ていますが、あまり差がない中高域でも EST の存在感はありました。ちなみに低価格モデルでこれらの波形とも比較してみましたが、 CSN と ZSN Pro X の波形が似ていることは以前公開済みで、 ZSTX もかなり似ています。しかしこれらの 1BA プラス 1DD モデルの響き方とはやはり一味違うので、この価格で搭載できる EST の性能詳細は不明ですが、出音としては悪くないと思います。そういえば装着感のこと忘れてたね。愛ちゃん、ミミィちゃん呼んでくれる？ミミィちゃんは今回お休みです。健康診断ですって。と言っても聴力検査中心らしいですよ。マジか。陽性も健康診断するんだ。さすが耳の陽性だけに聴力検査なんだね。そうですね。次の動画では元気なお顔を見せてくれるでしょう。話を戻して装着感なんですが、 NRA はイヤーフィンがあるわけでもなく、今まで K セットが発売してきた低価格モデルと同じ形状だと思ってもらっていいと思います。だから装着感は特にお話しすることもないかなと。外観はノツル部が樹脂製で、ここが金属製だったらよかったのにって思いますけどね。あとイヤピがちょっと頼りないね。どっちみち付属のイヤピは使わないからいつもしまっちゃうけど。確かにそうですね。NRA は低価格帯に新しい質感をもたらす機体のモデルになりそうです。今後 BA から EST に置き換わっていくのか共存するのかは不明ですが、購入を迷われているようでしたらとりあえず入手してみても失敗はないと思います。中華イヤフォンを初めて購入する場合の選択肢にもなりますし、この価格帯の 1BA プラス 1DD モデルに触傷気味の方にも新鮮に感じるのではないかと思います。実はあまり期待していなかったんですが、聞いてみてちょっと驚きでした。特に広がりと高域のニュアンスはなかなか良かったです。ということで CCA、NRA のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。